こんにちは。IMS の村井でございます。さて本日は帰化申請の条件についてご説明してまいります。最後まで、動画をご視聴いただければ幸いです。さて帰化申請には普通帰化、簡易帰化、大帰化と3つのカテゴリーがあります。本日は普通帰化の条件についてご案内してまいります。申請には8つの条件がありますが、そのうちの3つは日本の国籍法で規定されておりますが、他の2つは帰化申請する際の審査の範囲に含まれる条件となります。まず、日本の国籍法で規定されている6つの条件は、1つ目、住所条件。帰化の申請をするときまで引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお、住所は適法な場所で正当な在留資格を有していなければなりません。2番目ですが、能力条件。年齢が20歳以上であって、かつ本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。3番目が素行条件。当然ですが、素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や対応、納税状況や社会への迷惑の有無などを総合的に考慮して、通常人を基準として社会通念によって判断されることになります。ちょっと難しい言い方だと思うんですが、4番目、生計条件。こちらも当然ですが、生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は、生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくてもという言い方はおかしいんですが、少なくても配偶者やその他の親族の資産、または技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすことになります。5番目ですが、重国籍防止条件。帰化しようとする方は無国籍であるが、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。二重国籍はダメだということですね。なおその例外として本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化することが可能となります。そして、当然のことですが、非常に重要なことです。6番目、憲法の遵守条件。日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するようなもの、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているようなものは帰化が許可されません。なお、日本と特別な関係を有する外国人、日本で生まれた方、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった方などで一定の方については上記の帰化の条件を一部緩和しています。続いて他の2つの条件とは何でしょう。1つ目が日本語条件。法律により定められていませんが、日本人になるために考慮された条件です。個人の経験ですが、日本語能力2級以上のレベルが必要だと思います。すなわち日常生活に支障ない程度の日本語能力、会話、読み書きなどを有していることが必要です。原則的には書類提出する際に日本語の試験を受ける必要はないのですが、もし審査官が面談の際に申請人の日本語能力が満足できないような場合は、条件として日本語試験を追加する可能性があります。2つ目ですが、書類完備条件。原則的には全ての書類が整っていないと、法務局に帰化の申請、書類を提出することができません。例外的に、今回の新型コロナ感染症拡大の影響で、外国の在日大使館が業務を停止しているような場合、国籍の証明書など法務局に提出する書類をもらえなくなる場合は、とりあえず手元の書類を提出して、大使館の業務再開次第、補足書類として提出することも認められています。そして今回は特に住所要件、
能力要件を詳しくご案内したいと思います。重症条件、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。引き続きについてご注意いただきたいのは、日本を出国していた期間がおおよそ連続90日以上ある場合、また年間でおおよそ150日以上日本を出国している場合は、それまでの日本に在留した期間は引き継ぎとみなされずに通算されない可能性が高くなります。そのため在留期間は改めてゼロからカウントし始めなければなりません。5年以上の要件ですが、日本の上陸日から5年目ではなく5年以上経過していることが必要です。ただ単に日本に5年以上住んでいるということでは条件を満たしません。この5年間はアルバイトではなく、就職をして正社員、契約社員、派遣社員などの雇用形態で就労系の在留資格を取得して働いている期間が3年以上必要になります。例えばですが、外国人の方が来日後、大学に4年間在学し、大学卒業後修了し2年経過した場合は、日本に5年以上住んでいることになりますが、就労期間が3年未満のため、帰化申請を行うことができません。ただし例外として10年以上日本に住んでいれば、長期の就労期間が1年以上あれば要件を満たすと判断されることがあります。続きまして丸2ですね。能力条件とは、年齢が20歳以上であり、本国法によって行為能力を有している。民法改正により成人年齢を引き下げるため国籍法の改正を行いました。帰化申請の年齢要件は18歳へと引き下がることになります。2022年4月1日以降、18歳、19歳の方も帰化の申請ができることになります。また、成人年齢、本国法によって行為能力を有するについては、国により違いがあります。例えば、中国は18歳、ネパールは16歳ありますので、完全な行為能力が付与される年齢も違うので、注意が必要です。先ほども話が出ましたが、行為能力とは、契約などの法律行為を単独で確定的に有効に行うことができる能力ということになります。未成年者などの制限行為能力者も可能ですが、簡易化に適用されています。以上、帰還申請の住所要件と能力条件について詳しくご説明してきましたが、一般的に帰化申請の審査は1年ほどかかりますので、厳密な準備が必要となり、煩雑な手続きとなりますので、帰化申請のエキスパートであるぜひ弊社にご依頼をいただければと思います。より詳しい情報が必要な方は、この動画下のリンクをクリックしていただくか、検索サイトで IMS 帰化と検索していただければ、より詳細な情報を得ることができますので、ぜひこちらもご活用ください。本日も最後まで動画をご視聴いただきまして本当にありがとうございました。今後も様々な情報を多言語で発信していきますので、ぜひ IMS チャンネルのご登録と下にありますいいねボタンを押してください。よろしくお願いいたします。それでは皆さん、本日はこれで失礼いたします。